今日は陸流に聞いてみたいことから始まる少しほっこりしたお話です。三浦璃来さんと木原龍一さんにもし一つだけ質問できるなら皆さんは何を聞きたいでしょうか？金メダルの瞬間の気持ちでしょうか？二人で笑い合った思い出でしょうか？それともこれからの夢でしょうか？陸流がプロデュースする新しいアイスショー、ザ・デスティニーで出演スケーターへの質問募集企画が始まっています。大きなニュースというより、ファンの声をそっと受け止めてくれるような温かい第2章の一歩です。ファンの声が届く場所。木下グループの公式発表によると、ザ・デスティニー公式 X では、陸流や出演スケーターへの質問を募集しています。寄せられた質問の一部は、公演の中で答えられる予定とのことです。これは、ただ演技を見るだけのショーではなく、観客と一緒に作っていく舞台なのと感じます。競技時代の陸流は、リンクの上で結果を出すことで、私たちに思いを届けてくれました。でもこれからは、言葉でも、表情でも、舞台作りでも、もっと近い距離で、ペアやアイスダンスの魅力を伝えてくれるのかもしれません。聞きたいが生まれる二人。陸流には、ファンが聞きたくなることがたくさんあります。なぜなら、二人の物語には、成績だけでは語りきれない温度があるからです。苦しい時、どう支え合ったのか。試合前、どんな言葉を掛け合っていたのか。木原さんが涙をこらえきれなかった時、陸さんはどんな気持ちで隣にいたのか。逆に、普段はどんなことで笑っているのか。こうした質問が自然に浮かぶのは、二人がただ強い選手だっただけでなく、人として見守りたくなる存在だったからだと思います。質問を集めると、二人の魅力が見えてくる。過去の質問企画を見ても、陸流への質問は本当に幅広いです。リフトやツイストのコツ、サイドバイサイドの声かけ、演技中の目線など、競技を深く知りたい質問。衣装は自分たちで洗うのか、カナダでの食事はどうしていたのか、試合前にどんな会話をするのかという、暮らしに近い質問。そして、お互いを動物に例えるなら、木原さんの靴下の穴はなぜ、という、思わず笑ってしまう、変わり種の質問まであります。今回もし私が聞けるなら、こんな質問もしてみたいです。ザ・デスティニで、相手のここを一番見てほしい、という瞬間はありますか？現役時代は言えなかったけれど、今だから相手に、ありがとうと言いたいことはありますか？もし二人で一日だけ、全くスケートを忘れて過ごすなら、何をしますか？技術の質問も、日常の質問も、少し変わった質問も、全部が二人の魅力につながっていく。質問募集は、ファンが陸流の物語に、そっと参加できる、温かい入り口なのだと思います。日本の仲間も加わって、今回の発表では、アイスダンスの日本勢3組の出演も決まりました。吉田詩那さん、森田正也さん、櫛田いくらさん、島田幸四郎さん、そして小松原美里さん、ティム・コレトさんです。世界最高峰のペア、アイスダンスのスケーターに日本の仲間たちが加わる。そこには、陸流が自分たちだけの輝きで終わらせず、日本のスケート全体へ温かい輪を広げようとしているような意味を感じます。ペアとアイスダンスは、一人ではできない競技です。だからこそ、支え合う姿、呼吸を合わせる美しさ、信じることの尊さが、見る人の心に残ります。ザ・デスティニーという運命。ザ・デスティニーは、2026年7月31日から8月2日まで、東京、辰巳アイスアリーナで開催予定です。タイトルの意味は、運命。三浦璃来さんと木原龍一さんの出会いそのものを思い出す言葉です。もし二人が出会わなかったら、もし木原さんがもう一度ペアに向き合わなかったら、もし璃来さんがその手を信じなかったら、日本ペア史上初のオリンピック金メダルは生まれていなかったかもしれません。その運命を今度は観客や次の世代へ渡していく。それが
この賞の大きな意味なのだと思います。競技者から伝える人へ、現役を終えた2人は、もう点数を競うためにリンクへ立つわけではありません。でも、リンクに立つ意味がなくなったわけではありません。むしろ、これからはもっと自由に、もっと広く、ペアスケートの魅力を伝えることができます。リフトの高さだけでなく、そこにある信頼。スロージャンプの迫力だけでなく、投げる側と飛ぶ側の覚悟。アイスダンスの美しさだけでなく、二人で一つの音楽を生きるような呼吸。陸流が伝えたいのは、きっとそういう目に見えにくい、温かさなのではないでしょうか。終わりに、今日の話題は、質問募集という小さな入り口でした。でも、その奥には、陸流の第2章が見えています。ファンの声を聞き、仲間たちと舞台を作り、ペアとアイスダンスの魅力を未来へ渡していく。金メダルで終わらない2人の物語は、今、観客も一緒に参加できる形で続いています。皆さんなら、陸流に何を聞いてみたいですか？その質問を考える時間もまた、2人からもらう優しい楽しみなのかもしれません。これからも、陸流の運命の続きをほっこり見守っていきたいですね。ぜひ次回もご覧ください。この動画は、世界中の陸流ファンへ33言語の字幕付きでお届けしています。こんなコメントもいただきました。素晴らしい魅力あふれるデュオ、陸流さん、おめでとうございます。あなたたちの素晴らしいパフォーマンスを見るのが止まりません。動画もとても気に入りました。ポルトガル語の字幕もありがとうございます。コメント欄でも、温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひ、このチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。どうやって仲直りされるんですか、それで。大体、プラン A としてはお菓子をあげる。プラン B は素直に謝りましょうっていう。いや、リシ君あんまり謝んないよ。いやでもちゃんとうすぐ謝んないもん。だって頑固ですもん、二人とも。いやでもリクちゃんも結構頑固。ほらほら、譲らないんですよ。でもリクちゃんは大体お菓子を買っていくと許してくれるって。フィギュアスケートをやっていなかったら今頃何をしていると思いますか？リクちゃんはなんかスポーツやってそうだよね。本当？なんだかでもリシ君も何やかんや言ってやってそう、スポーツ。二人とも何かしらのスポーツはやってそうです。ちなみになんかもう本当にスケート始める前の幼少期の夢とか別のあったりしましたか？僕は幼稚園の頃はショートケーキになりたいって言ってた。どういうこと？一番覚えてるのがパティシエじゃなくてなんかいちごケーキが好きだったのがショートケーキになりたいっていう夢を話してたらしいんですけど、はい。なんだそれはと思いながら。それはもう好きすぎるがあまりなのか食べられたいというなんか好きだったんですかね。将来の夢はショートケーキでした。